この動画は、ストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ただいまお伺いいたします。午後から姉さんはヒコロモ亭のお手伝い、俺も手が空いていたので、カウンターに入っている。いらっしゃいませ。入ってきたのは、黒姫さんだった。いらっしゃいませ。あら、ゆいひちゃん、来てくれたの？はい、一人でお願いします。では、カウンターにご案内。こんにちは。いらっしゃい。どうしたの？美味しいコーヒーを飲みに来た。じゃあ、不満でしょうか？まさか、ご来店ありがとうございます。よかった。いいね。かわいい。やっぱな、かわいいな。いや、かわいいな。小さく微笑むと早速メニューを確認する。ケーキセットいいですね。チョコケーキでお願いします。飲み物は？もちろん、コーヒーでお願いします。それを飲みに来たんですから。かしこまりました。しばらくお待ちください。黒姫さんの笑みに俺も笑い返して、早速注文の準備を始める。注文をした黒姫さんが、外を見たかと思えば、そわそわし始める。どうかした？椅子がおかしい？いえ、店の前で立ってる女性がいたんです。どうしてかなと疑問になりまして。外を見れば、確かに人影がある。あれって？どうしたんだ？外へ出れば、レイがすぐに気づいてこちらを向く。興味です。ヒコロモ亭に？帽子かわいいな。いえ、喫茶店にです。入ったことがないので。へえ。そういえばレイはまだ、ヒコロモ亭に来たことがなかった。学園1年生ぐらいだと、こういった場所は馴染みがない人も多いかもしれない。興味あるなら、どうぞ、お茶ぐらいおごるよ。それはいけません。お客である以上払います。そうしないと、癖になりますよ、私。素直に言う妹に苦笑してしまう。自分で断言するあたり大丈夫そうだけど、わかったよ。いらっしゃいませ。お嬢様。よしなに。いいね。そういうノリもわかる子なんだ。芝居がかった口調で言ってみれば、レイも短く返してくれた。やっぱりお客様だったんですか？いや。喫茶店に興味があるらしいから、黒姫さん、この子は俺の10枚の氷見山レイ。言われてみや、そうか、そう。あれだ。一つの場所に、ヒロインが全員揃うのが今回初めてだ。ついにって感じだね。いとこ。それじゃあドラマの方？例の、そうだ、そんな話しとったな。妄想の話かと思っとったら、実際の話だったっていうオチ。いえ、現実の人間です。黒姫さんの驚きに、レイが淡々とツッコミを入れる。はい、ごめんなさい。あはは。本当だったんだ。小さくつぶやいている。疑ってたというより半信半疑だったんだろう。それは仕方ない。俺だって、今の状況を客観的に聞いたら、ドラマの話だと思ってしまう。レイ、この人は俺のクラスメートの黒姫ゆいとうさん、この前転入してきたんだ。はじめまして、黒姫ゆうひです。こんにちは。黒姫さんの挨拶に、レイもペコリと頭を下げる。それじゃ、レイも座って。
挨拶も終わったので、黒姫さんの隣に座ってもらう。さて、お客様、何にいたしましょう。いつもので。お客様、当店は初めてですよ。なるほど。ドラマのようにはいかない。使いづらいものですね。一人納得したようにうなずいている。使いづらさが問題ではないと思うけど、ブレンドコーヒーをお願いします。ケーキのセットなどもお得になっておりますが、おや？では、生姜せんべいをください。マジで気に入っとるな。メニューの端に書いてあった文字を目ざとく見つけて頼んでくる。生姜？黒姫さんもこの辺りの人じゃないみたいだから驚いたようだ。そうかそうか。かしこまりました。例の注文の準備も黒姫さんのものと並行して進める。なんそんな不安な顔するん？どういうことよ。一年なるほど、そういうことか。生なんですよね。気まずいんか。コミュ力お化けの、夕日も、コミュ力お化けの夕日も、なんか近寄りがたい雰囲気が感じられるってこと？沈黙に耐えきれなくなったのか、黒姫さんが聞く。はい。はい。居候はいつから？1週間ほど前からです。あ、そうなんですか。最近ですね。そうですね。生姜せんべい？この地域の郷土菓子です。そうなんですね。はい。例の受け答えはいつも同じ調子だ。だが、普段の例を知らない黒姫さんが戸惑うのも無理はない。そうか。初見で合わせて見せた、姉さんが異常なだけか。無敵なだけか。これは、早く助け舟を出さねばなるまい。お待たせしました。ケーキセットとコーヒー、生姜せんべいとコーヒーです。コーヒーを入れ終わり、カウンター越しに渡す。ありがとうございます。ほー。レイがしげしげとコーヒーカップを見つめる。ここのコーヒー、とっても美味しいんですよ。いい香りですね。匂いを嗅いでから、一口飲む。眉を潜める。どう見ても、苦い、という顔だ。一緒に添えたミルクと、カウンターに置いてある砂糖をせっせと入れてかき混ぜる。また一口飲む。甘いのが好きなんだ。はあ、なるほど。美味しいですね。今度は調整がうまくいったようで、ほっとした顔を見せると、また一口飲む。その様子を見た黒姫さんが思わず微笑み、ケーキセットに向かい合う。わあ、素敵。ケーキ屋からおろしている、自慢の一品だ。シンプルだからこそ、ケーキ、らしさがある。コーヒーを少し移動させて、位置調整。写真撮ってもいいでしょうか？周りの迷惑にならない程度ならご随意に。そうですか。いえ、ここは目で楽しむことにします。目をキラキラさせながら見てくれる。普通のケーキセットにそこまでされると、少し恥ずかしいな。すみません。喫茶店で一休みなんて経験がないので。そうなの？もともと住んでいたのが山の中でしたし、学生の身で喫茶店に入り浸るような子は不良。そう言われていましたから。山の中ですか？はい。電車も1時間に1本、あるかないかの山に囲まれた町に住んでました。例のいきなりな質問に、黒姫さんは驚きつつも答えてくれる。例の興味の金銭に触れたらしい。きっと緑の多い場所ですね。ええ、近くには湖もあって、冬はとても多く雪が積もるので大変でした。東北の方なんかな。
レイがうなずきつつ、虚空に視線を方向わせる、黒姫さんの住んでいた場所を想像中なんだろう。秋田とか山形あたりかな。でもなんかすごい、でも東北って言われたらすごいなんかピンとくるな。確かに南の人間ではないわ。なんか根拠はないけど南の人間ではないわ。この感じ。割とその、青森まで上にはいかんけど、秋田とか山形、宮城あたりまでの、なんか、人だって言われたら、あーってなるな。うん。その3つのどれかだわ。秋田、でも山形とか、東北あたりだな、やっぱり。仙台とか、そのあたりって言われても、ほーんってなりそうやな。でも雪降ったからもっと上なんだろうな。岩手、でも岩手もわかるな。うん。岩手、秋田、うん。宮城の山の方を、山形くらいかな。長野とかそこまでは降りてこんと思う。でもなんかすごいわかるな。うん。すげえなんかわかる気がする。北の人間だわ。風光明媚って言葉が合いそう。自然の真っ只中といった場所ですね。黒姫さんの話を聞くのは初めてかもしれない。喫茶店で風呂、厳しい気風が残っている地域だったんだろうか。それに我慢できなくて飛び出してきたってことで。それとも黒姫さんが良いところのお嬢さん。コーヒーをすする姿はどことなく気品がある気もする。お父さん、一息ついたから休憩入るね。ちょうどお客さんたちも途切れ、店内は黒姫さんとレイだけ。レイさんがマスターに休憩を伝える。お、了解。休んでいいよ。マスター、おじさんの声が奥から聞こえた。それじゃあ休憩入ります。お隣いい？はい、もちろんです。どうぞ。レイはそっけないが、嫌な時は嫌という子だ。ゆうひちゃん、お今日はどうして日頃も亭へ？この子に会いに来たの？いいな、ついに開校。いえ、白鷺市の観光に来たんです。ここは歴史の都でもありますから。白露市は戦国時代から江戸時代に一気に発展した町だ。その名残はあちこちに残っている。そっか、残念。残念なんですか？だってロマンスに立ち会える瞬間だったかもしれないでしょ。この中で一番ロマンスな人間が何を言うとるんじゃい。ロマンス。つまり？もちろん、ゆうひちゃんとこの子の恋物語。あはは、おすすめしてましたからね。ちなみにドン、甘えですか。よくわかりません。なかなかいい感じやね。なかなかいい感じのスコアだね。みんな結構まだまだ挽回できる順位だよ。あ、しかもこの後ろにちゃんとマッチしとる。あ、すごい。立ち位置もちゃんと後ろにマッチしとるね。この実際の立ち絵と。おもろ。これも意図的なんだろうな、きっと。なるほど。レイ自身がどう思っているかはわからないが、話を聞いているから多少の興味はあるんだろうか。学生なんだから勉強に運動と頑張るのもいいけど、恋も青春の一つでしょ。世間一般的にはそうかもしれませんが、それとも引っ越す前の場所にそういう人がいて遠距離恋愛をしてるとか？そういう方は全くいませんね。いないのか。なんだろう、ほっとしたような、意外なような。黒姫さんほどの人なら皆に好かれているだろうし、好意を寄せる人もいそうなものだ。そっか。それじゃあレイちゃんはお付き合いしている方とかいないの？さっきから姉さん、率直だ。いません。レイも率直だった。そうなの？ぼっちですからね。合理的に考えてもないと思います。それは合理的なんでしょうか。確かに。黒姫さんのもっともなツッコミに俺もうなずいてしまう。じゃあ今この中でお付き合いしている人いないんだ。残念。いやいや、
千歳だって青春真っ只中なんだから、他人任せにしたらダメじゃないかな。パパ。お父さん。奥からカウンターに入ってきた、穏やかで優しそうなおじさん。姉さんの父親であり、ヒコロモ亭のマスターだ。こんにちは。はじめまして。こんにちは。いやあ、二人ともこんにちは。千歳の父です。いつも娘たちをありがとうね。いえ、そんな。ごちそうになってます。黒姫さんは恐縮して、レイはいつもの通りペコリと頭を下げる。ごちそう。ああ、君がレイちゃんだね。話は聞いてるよ。それじゃ、これをどうぞ。マスターが、お手製のパンケーキを姉さん、黒姫さん、レイの前に置いてくれる。君も一息ついたら食べなさい。もちろん、俺の分もあった。おお。いただきます。私は。焼いちゃったから遠慮しないで。もしお礼をしたいなら、うちの娘にも恋をおすすめしてくれると嬉しいかな。いい加減に収まれって感じやな、パパからしたら。お前らいい加減に、あれだよな。いい加減落ち着けって感じやな。ありがとうございます。それでは、お言葉に甘えさせていただきます。しっかりお礼を言って黒姫さんが手を合わせた。恋か。全然想像つかないな。先輩は人気がありますし、告白されてもおかしくないような。姉様に浮いた話はありませんね。パンケーキにメープルシロップを垂らしながらレイが言う。そういえば、レイの言葉通り、姉さんは人気はあるけど、浮いた話というのは聞いたことがない。そうなんですか。意外です。意外ということもありません。ほら。レイが見たのは、俺。ああ、そういうことですか。どういうこと？彼といつも一緒にいるので誰も手出ししない、できないのだと思います。ああ、そっか。そうか。俺がガードになってたのか、いいのかそれは。でも、告白されてもよくわからないかな。だから今の状態はありがたいのかも。わからない？恋愛ドラマとか漫画とかそういうのはわかるけど、自分の身に起こることって考えると実感がないの。好きな方ができたことはないんですか？みんな好きよ。なるほど。ライクからラブへ。そういうことですね。まあでも、あれだな。時間の問題よ。姉さんは時間の問題よ。結局、気づいてからはすぐに行くと思うよ。結局今 30% やけどさ。君の甘え度も知りたいな。30% だけど、自覚してないだけだから。だからそれがもしも、30から行くのであれば、だいぶ変わってくるよ。うん。速攻で100人ドーン上がるからね。うん。なんかね、そうだな。これは興味深いです。もうその30のままから多分変わらんと思う。で、なんかきっかけがあって、一気に80、90までズドーンと上がって、そっからもういっちゃラブやと思う。で、夕日の場合は、まあ、まだお互いの押したり引いたりっていう、なんて言うんだろうな。たまに強火があったりとか弱火があったりとかっていう、なんか押し引きがある関係で、レイの場合は、ゼロからゆっくりお互いの理解を深めてって、数をカウントしていくって感じかな。氷見山さんはお付き合いしてないそうですけど、気になる人ができたことは？パンケーキをもらったからかどうかはわからないけど、黒姫さんが律儀に聞いている。義理がたい。ないです。興味もありませんね。
そうなんですか。恋と言われてもわかりません。よってしようがありません。多分まだわからんけど、姉さんの場合は、多分ね、姉さんの場合は、甘えですそのか。よくわかりません。なんだろうな、これが恋だなって、気づくっていうタイミングが多分3人とも違うんだよな。うん。これが恋なんだっていうのと、まあいいわ。なんかこら辺の話はやめとこう。わかる。姉さんも深々とうなずく。ただ知らんだけ、意識してないだけ。恋は二人に頑張ってもらうということで。二人って俺と黒姫さんだろうか。夕日に関してはあれだろうな。堅物というか、なんか頭の中で思い描いてる通りにいかんかったら、多分尺に触るようなタイプだと思うから、うん。少女漫画ほどロマンチックではないと思うけど、なんかリアリストでもなさそうだから、なんだろう。ある程度主導権は握りたいタイプだからな、きっと。私も別にそういうのは。むちゃくちゃな理屈だ。やれやれ。花があるのに枯れているとは、これいかに。だね。やっぱ、パパもママも娘のおっぱいに栄養を注ぎすぎたんだな。もっと感性を磨かせるべきだったんだよ。アナザービュー。ほ帰りの電車に揺られながら外を見れば、もう夕暮れ、彦呂も邸で随分のんびりしてしまった。恋か。そんなこと考える必要ないよね。外を見ながら、独りごちる。最初から存在しない選択肢だもの。だったら考えてどうなるのか。ガラスに映った自分の方をピンと引いた。その言い方は、